今日はチョコレートミルクレープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコレートミルクレープを作りたいと思います。はい、ということで今回はフライパンで簡単に作れるもちもち生地の美味しいミルクレープを作っていきたいと思います。今回はですね、生地の方にココアパウダーを入れて、そして生クリームはチョコレートクリームにしていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにクレープ生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、牛乳、卵、グラニュー糖、無塩バター、ココアパウダー、サラダ油。クレープ生地はこちらの材料で作っていきます。まず卵なんですが、こちらは L サイズを使うようにしてください。そしてバターは必ず無塩バターを使用してください。今回ね、グラニュー糖を使っていくんですが、こちらはお好みの糖類で代用していただいて OK です。それでは続いてチョコレート生クリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、チョコレート、グラニュー糖、こちらの3つの材料で作っていきます。チョコレートに関しましては、今回ガーナのブラックチョコレートを使用していきます。カカオは 50% のものです。そしてそこに少しグラニュー糖を加えるんですけれども、こちらのグラニュー糖の量はお好みで変えていただいて OK です。そして生クリームに関しましては、動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに生地から作っていきます。最初にですね、こちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらね、まだ塊が残ってるので、これをよく混ぜて溶かしてください。はい、バターの準備はこれで OK です。このようにバターは溶かしバターにしておいてください。それでは続いてボウルの中に卵を割り入れます。そしてまずはじめに卵だけをよく混ぜましょう。で、よく混ざったらここにグラニュー糖を加えます。そして素早く混ぜます。グラニュー糖を入れてからそのままにしておくと、グラニュー糖が卵の水分を吸ってしまって粒々ができてしまう時があります。なのでグラニュー糖を入れたら手早く混ぜるようにしてください。はい、OK です。そしてグラニュー糖がよく混ざったら溶かしバターを加えます。バターが熱々のうちに入れてしまうと卵が固まってしまう時があるので、この時バターが少し熱い時は粗熱を取ってから加えるようにしてください。だいたい人肌程度になってれば OK です。では入れます。そして手早く混ぜます。はい、OK です。それでは続いてここに牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、そしてよく混ざったら粉類を加えていきます。薄力粉、そしてココアパウダー、これを一緒にふるいましょう。ふるったらよく混ぜます。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、OK です。このようにしっかりと混ぜるようにしてください。それではですね、こちらの生地を一度こしたいと思います。そうすることでムラがなくとても綺麗な生地に仕上がります。では別のボウルを用意して、そしてこしていきます。はい、OK です。そしたら一度よく混ぜましょう。はい、そうするとね、このようにとても滑らかな生地に仕上がります。それではですね、こちらの生地を一度休ませます。上にラップをして冷蔵庫で1時間休ませてください。そうすることでもちもちで破れにくい生地に仕上がります。それでは冷蔵庫で休ませます。はい、1時間経ちました。ラップを外します。はい、そしたらね、こちら一度よく混ぜます。下にね、ちょっと溜まってる時もあるのでしっかり混ぜてください。はい、 OK です。それでは今からこちらを焼いていきます。それではフライパンで焼いていきます。まずね、フライパンに油を敷きます。油はですね、このようにちょっとまだらになるように敷いてください。そうすることでクレープ生地のね、ちょっと焼き目がつきやすくなります。そしたら火にかけます。火加減中火でまずフライパンを30秒ほど温めてください。今回ね、フライパンは20センチのフライパンを使っていきます。30秒ほど温めたらここにクレープ生地を流し入れます。そしてこのように回しましょう。はい、でこんな感じで伸ばしていきます。で
表面がねこのように動かなくなったら置きます。このままね火加減中火です。周りに少しね焼き色がつくまでまず焼いてください。でこのようにねちょっとね茶色だから分かりづらいんですけど、少しね焼き色がついてきて、であとここの面がねプクプクしてきたの分かりますかね。そして今表面が完全に乾いてる状態です。でそしたらね裏返します。ゴムベラで持っていただいて、でスーッと手で持ち上げて、この時やけどしないように注意してください。そして裏返します。よいしょ。はい、こんな感じです。であとはね片面は15秒ほど焼いてください。火加減はねそのまま中火で OK です。はい、このように生地が綺麗に焼けました。そして焼けた生地はねこのようにお皿に移して、そして冷ましましょう。では残りもね同じように焼いていきます。はい、全部焼き終わりました。そしたら上にピタッとラップを貼り付けてください。そして乾燥しないようにこのまましっかりとクレープ生地を冷まします。それでは続いてチョコレート生クリームを作っていきます。まずねチョコレートを細かく刻みます。はい、 OK です。このように細かく刻んでください。チョコレートを刻んだらこちらはボウルの中に入れましょう。はい、これで OK です。それでは続いて別のボウルに60度前後のお湯を入れてください。そして先ほどのねチョコレートが入ったボウルを入れて、そして湯煎で溶かしていきます。チョコレートはね必ず湯煎で溶かすようにしてください。であとね溶かしてる最中にお湯がねチョコレートの中に入らないようにだけ注意しましょう。はい、 OK です。このようにチョコレートが滑らかになるまでしっかりと溶かしてください。チョコレートの準備はこれで OK です。それでは続いて生クリームを泡立てていきます。ボウルに氷水を用意してください。そしてその上にまたボウルを置いて、そしてここに生クリームを入れます。あとはグラニュー糖も加えます。それではこちらを角が立つまで泡立てます。はい、 OK です。このように角が立つまで泡立ててください。それでは生クリームとチョコレートを合わせていきます。急に冷たいところにこのチョコレートを入れるとチョコレートのつぶつぶが出てしまう時があるので、まずですねこちら生クリームをこの中に入れます。で入れたらまずこれだけで混ぜましょう。で馴染ませてから戻し入れていきます。はい、 OK です。こちらでねこのようにまずなじませてください。でそしたらねこの生クリームの方に戻し入れます。今度は泡立て器で混ぜていきます。ハンドミキサーでやっていただいてもいいんですけれども、ハンドミキサーだとちょっとね泡立てすぎてしまう時があるので、そうすると分離してしまうので、最後はね手動のホイッパーで仕上げるのがおすすめです。では混ぜていきます。はい、 OK です。このようにねしっかりと混ぜてください。だいたい8分立てぐらいですね。ちょっと固めの生クリームに仕上げてください。生クリームの準備はこれで OK です。はい、生地が冷めました。ではね今からこちらのクレープ生地を直径15センチにくり抜いていきたいと思います。こちらの工程はマストではないので、もしね形を揃えたい場合はやってみてください。今回私はねこちらの15センチのセルクルを使っていきます。こちらねこういったセルクルじゃなくても15センチの丸いケーキ型とか、あとはねお皿を当ててくり抜いていただいてもいいかなと思います。あるいはね牛乳パックなどでセルクルを作っていただくのもいいかなと思います。あるものでねやってみてください。ではくり抜いていきます。5枚ぐらいかな。生地を重ねます。ずれないようにね重ねましょう。はい、このように重ねてください。そしてこのセルクルを置いて、あとはねこちらをくり抜いていきます。はい、 OK です。この周りのものはねそのまま召し上がっていただけたらと思います。はい、で取ります。このように丸くくり抜いてみてください。では残りも同じようにくり抜いていきます。はい、全部ねくり抜き終わりました。今回の分量でいくと全部で17枚できました。クレープ生地の厚みだったりとかにもよるので、こちらは目安にしていただけたらと思います。それではねクリームを塗っていきます。今回私はねこういった回転台を使いますが、こういったものがない場合はまな板の上で行ってください。そしたらこちらのクリームを塗っていきます。では塗っていきます。このように広げていきましょう。量をね結構重ねるので薄めに塗っていただくとちょうどいいかなと思います。でもしねこの時クリームが緩いなと思ったらちょっとね泡立て直してみてください。
はい、このように塗ります。本当にこのぐらい薄めに塗ってください。そしたらですね、上にまたクレープ生地を重ねます。はい、このように重ねます。そしてまたクリームを塗っていきます。はい、OK です。そしてまた重ねます。はい、こんな感じです。それではね、残りも同じように塗って重ねていきます。はい、全部重ね終わりました。全部でね、17枚重ねてます。そしたらね、ちょっとはみ出てしまったこちらの生クリームを取っていきます。パレットナイフを使っていただくとやりやすいです。これをね、側面に当ててくるくるっと回転させます。はい、こんな感じで周りをきれいにしました。それではですね、一旦こちらを冷蔵庫で30分冷やします。冷やす時は上にね、ラップをかけて冷やしてください。はい、30分経ちました。それではね、最後上にココアパウダーをかけて仕上げたいと思います。こちらはお好みで OK です。ではかけます。はい、これで完成です。はい、これでチョコレートミルクレープの完成です。こんな感じに仕上がりました。クリームたっぷりで美味しそうに仕上がってます。では切っていきたいと思います。はい、断面はこんな感じで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。クレープ生地がもっちもちですごく美味しいです。そしてこのチョコレートクリームがすごく濃厚ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートミルクレープのポイントです。まずクレープ生地なんですけれども、材料をすべてよく混ぜていただいて、その後ですね、一度生地をこしてください。そうすることでダマができず、とても滑らかな生地に仕上がります。そして生地をこしたら一度冷蔵庫で1時間ほど休ませてください。そうすることで粉類と水分がよく馴染んで、生地が破れにくくなって、かつもちもちなクレープ生地に仕上がります。そしてクレープ生地を焼く時のポイントです。サラダ油は生地を焼く時にその都度塗るようにしてください。で、サラダ油を塗ったら一度火にかけていただいて、中火で30秒ほどフライパンを温めて、そしたら生地を流し入れて、流し入れながらフライパンを回して生地を広げてください。そして表面の生地が動かなくなったらフライパンを置いて、裏面に焼き色がついたらゴムベラかまたは菜箸を使ってやけどをしないように裏返してください。そして裏返した後はだいたい15秒ほど加熱していただけたらと思います。こちらのクレープ生地なんですけれども、弱火でやってしまうと生地がね破れやすくなったりとか、あとは生地がべちゃっとしやすくなってしまいますので、中火で焼くようにしてください。何回も焼いているとだんだんフライパンが熱々になってくるので、その時は濡れ布巾の上にフライパンを置いて、そしてフライパンの熱を落ち着かせてから焼くようにしてください。そしてチョコレート生クリームを作る時のポイントです。まずチョコレートはですね、必ず湯煎で溶かすようにしてください。電子レンジを使って溶かしてしまうと焦げやすくなってしまいますので注意していただけたらと思います。そしてその後ですね、泡立てた生クリームと混ぜ合わせるんですけれども、直接ねチョコレートを生クリームに入れてしまうとチョコレートの塊ができてしまう時がありますので、必ず生クリームを少しチョコレートに加えてなじませてから戻し入れて、そして最後はね手動のホイッパーで泡立てるようにしてください。もちろんねハンドミキサーでもいいんですけれども、ハンドミキサーでやってしまうとたまにね混ぜすぎてしまう時があるので、最後は手動のホイッパーでやっていただくと失敗なくできると思います。そしてクレープ生地をね重ねる時のポイントなんですけれども、あんまりね生クリームを厚めにしないようにしてください。結構枚数を重ねるので薄く塗ったぐらいでちょうどいいかなと思います。今回のクレープ生地の量なんですけれども、20センチのフライパンで私は17枚焼けました。こちらはクレープ生地の厚みとかによっても変わってくるので目安にしていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコレートミルクレープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。